あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行が始まる。妻に料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。今夜の料理はハンバーグ。家で作る味よりもおいらには忘れられない一皿がある。子供の頃、長崎のとあるステーキレストラン。裕福じゃなかった我が家にとって外食は年にほんの数回の贅沢だった。それでも店の扉を開けるたびに胸が高鳴った。天井には細いレールが走っていて、そこを小さなおもちゃの汽車がゆっくりと店内を回っていた。湯気の立つ料理の上をくるりと巡るその汽車をおいらは飽きもせず何度も見上げた。汽車が動き出すと家族みんなの表情がふわっと和らいだ気がする。父も母もあの日だけはいつもより少し優しかった。頼むメニューは決まってハンバーグ。熱々の鉄板の上でジューッと音を立てるたび、子供心に今日は特別な日だと胸がじんわり温かくなった。42歳無職。あの頃の父がどんな思いで家族を連れて行ったのか、今になってようやく少しだけわかる気がする。お金はなくても家族に楽しかった思い出を一つでも残してあげたい。きっとそんな願いだったんだろうと思う。妻が帰る前にハンバーグを焼きながらふと天井を見上げる。もう汽車はどこにも走っていない。けれどあの昭和の匂いのする天井の景色は今もおいらの胸のどこかでゆっくりと回り続けている。娘の記憶にもいつか何か一つでいい。あの日のハンバーグは特別だった。そう思える瞬間が残ればいい。負け続けの人生でも誰かを少しでも笑顔にできる食卓を作りたいのだ。まずは豚肉と牛肉を1対2の割合で混ぜる。みじん切りにした玉ねぎにパン粉、牛乳、卵を入れてよく混ぜる。塩コショウでひき肉に下味をつける。牛肉と豚肉を混ぜる。ハンバーグは混ぜすぎると硬くなる。でも最初だけはしっかり粘りが出るまで向き合う。玉ねぎを入れたらもう力はいらない。ふんわり混ぜてそっと形を整えるだけ。料理はいつも教えてくれる。頑張りすぎず、でも大事なところは手を抜かない。それがおいらの主婦道だ。そこへ先ほどブレンドした玉ねぎを混ぜていく。
10回ほど両手でキャッチボールをして中の空気を抜く。そしたら形を整えてトレーに並べる。油を敷いて早速ハンバーグを焼いていく。片面がしっかり焼けたら裏返す。優しく返さなかったせいなのか、ハンバーグが割れてしまった。表面が焼けたら水を入れて蒸し焼きにする。ハンバーグが大きくて蓋が閉まらなかった。次回はドーム型の蓋を買ってこよう。端を刺して焼け具合を確認する。赤い血が出てきたのでもう少し蒸し焼きにする。隣で粉末からできるマッシュポテトを作る。バターを入れる。ようやくハンバーグが焼けた。お皿に取り分ける。ハンバーグのソースを作る。マッシュルームをカットする。ハンバーグを焼いたそのフライパンでマッシュルームを焼いていく。料理酒、ケチャップ、砂糖、ウスターソースを入れて混ぜる。仕上げにバターを入れる。今回も味噌汁をインスタントで作る無礼をお許しください。もう少ししたら味噌汁修行を始めようと思う。お皿にマッシュドポテトを盛り付ける。
最後にハンバーグソースをかけたら夜ご飯の完成だ。副菜をあまり作れなかったので簡単なサラダを作る。オリーブオイル、ホワイトバルサミコソース、シロップを入れる。最後にご飯をお茶碗によそう。今夜のハンバーグを妻は喜んでくれるだろうか。主婦として合格点がもらえるかどうか緊張する瞬間だ。いただきます。乾杯。乾杯。あ、やべ、久しぶりの本物。久しぶり本物のビール。いきます。ただきます。一応ちゃんと焼いたか。OK。合格。合格。合格。おいしい。うめえじゃん。レストランで食べたらいくら取れるか分かんない。おいしいよ。これってポテトチップスの味がある。ご飯大盛りいいぞ。ああ、ハンバーグおいしい。こんなん柔らかいっけ、もともと。おいしい。今日韓国もハンバーグ有名？ハンバーグの店ある？どこ？これが本物のビールだって。顔が赤くなってる。気持ち悪い。美味しかった。めっちゃ。ビールは酔っ払うからちょっと飲めない。ごちそうさま。ハンバーグ美味しかったです。まだまだ道のりは長いが、少しずつ主婦に近づいている。もし次のエピソードもおいらの主婦修行を続けていいなら、コメント、いいね、お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。